found myself in the dark of the night when I was lost, needed a revive. はい、始まりました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。霊気走破のはい。フルスポを見ていこうというはい。回の赤になります。赤。僕の大好きな今日は赤です。はい。まずコモンアンコモンからはい。早速行かさせていただくんですが、はい。なんか気になったカードありますか？これ飛ばしちゃっていいですか？大丈夫ですか？僕まあコモンアンコモンですからね。まあ正あんまり直ね。こいつどうすか？いやー、それは、いや、さすがに最高速度に達したら強いなっていう2感マナ覚しますよね。31でエンジン始動して、はい。殴っていけるじゃないですか、31で。はい。で、最高速度で2マナ出せるっていう。うん。これはね、結構赤目線だとね、結構強いと言いますか、うん。感じに感覚的スには。ーパー地味なんですけど、はいはいはいフィニアブラド僕は好きなんですよ。これちょっと。 3マナで2点オール2点オールだけど、はいはいサイクリングだから腐りにくくて、はいはいはいキック相手だったらインスタントタイミングで打って、はい、あ、インスタントなんだこれ。あ、これインスタント。あ、強いっすね。そうだからいいかもしれない。そう、相手がクリーチャートークンとか並べてくるデッキだったら使って、そうじゃなさそうだなってなったらサイクリングできるんで、あ、確かにいいかもしれない。まあ意外とありかも。僕、ソーサリーだと思ってましたわ。大体こういう系はソーサリーっすもんね。そうですよね。だからこれインスタントだったらちょっと話確かに変わってきますね。いいっすよね。いいっすね。あと僕この開幕式ってカードすごいいいなと思って、はいはいはい。ルーティン系のカード、2マナのエンチャントのルーティン、赤ルーティンなんですけど、でエンジン始動して、はい。最高速度で速攻を得られるっていう、うん。これなんかあったじゃないですか。あー苦々しい再はいは開。いはいはい。その手のカードですね。まあこれ最高速度だとうん。サクッとだけで1マナ払わなくていい。速攻を得るんで、まあ、両方多分投入してもうん。いいですね。いいんじゃないかっていうぐらいこれもう最高速度に達してる状態でこのカードあったら結構、はいねやばいですよね。何出てくるか結構赤の速攻を得るカードとしてはかなり優秀なノーコストなのいいですね。ノーコストなんですよ。だかはい。らかなりこれは欲しいですね。多分買うと思いますね、これは。うんデッキの数分必要かもしれません。赤の。あと、これです。これなんですけど、これはこれやばいじゃないですかやばいと思いますよ僕は。これ3マナ14で捨てるたび1点、うん。各対戦相手。はい。あ、じゃあその枚数。その枚数、うん。やばいっすよね。やばいと思います。で、まあサイクリングすることもワンチャンあり後から引いたらありえなくはないとは思いますね。はい。これだからフラプスが強化されてるっていう、はい。今回のエクスパンションかなりフラプスがね、隣の青ザメ君もかなり強いですからね。これ実は。やばいですよね。捨てたらドロー、確かにね、捨てたら1時カウンター、そう。1時カウンターなんですよ。ずっとプラス1に乗ってるんですよ。ずっと乗ってますよね。うん。いや確かに。そう。この2枚結構やばいと思うんですよ僕は。だから何でしたっけ、ティムールのはい創造の歌みたいああなはいはいはい。ことって言ってましたよね。そうですね。ははい。い。するデッキだったらいいってことですよね。ありえそうだなと思って結構捨てることってすげえありますからね、はい。赤は。あと限界を超えるもちょっと気になるぐらい。気になった。はい。これもちょっと気になるぐらいなんですけど、7番のソーサリーで蒸気や気体を墓地から全部そう釣る。一旦だけなるほど。で全部速攻。で、でもスグリーチャーになる。うん。面白いですね。7マナ、これフィニッシュできる可能性も確かにワンチャン決まるかもしれないって言ってますよね。だって赤からいきなりリアに飛んでくると思わないがないですかもしだって赤さんね、なんか墓地にいっぱい溜まってて何してるんだろうって思ったらいきなりこれ来て、なんかいきなりなんかすげえダメージ食らったみたいな。結構色的に、赤なもちょっと墓地が掘れる色と組み合わせれば、そうですね。赤黒とかの方がもしかしたらいいかもしれない。フィニッシュサクリとかがあるから。そう持ち込めやすいカードかもしれないですよね。はい。あとじゃあそれでレアいきましょうか。はい。レアと神話レア、僕が大好きな赤ですからね。うわこれ話題になってましたよね。そうなんですね。だから言ってなんか要は鳩場の代わりみたいな動きをするみたいなことで、怪しいですね。確かに。エミエルいるじゃないですか。はい。これが4万55の基準2なんですけど、はい。場に出た時4点加えるんですね。はい。エミエルで3までブリンクすると、これ無限までいくんですよ。はい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 。エミエルとの2枚コンボ。ただ無限マナだけど能力を起動するためにしか使えない無限マナなんですね。そうですね。はい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 。でも大体起動型能力で勝つっていう、統率者が
多いと言いますか、い起動でなんかするみたいな。まあでも最悪このこれで精進で一人攻撃してるやできるから一人ほぐれますよ少女。絶対じゃ全員ほぐれないですか。あれこれだって、うエミエルだったら入れ替えるから、ああそっか新しいオブジェクトになるから確かに多分じゃあ全員いけるじゃんほぐれるんですよ。あじゃあエメルと本当に2枚で全部いけるわ、でいけますよあいね。けるいけるだからこれ話題になってたなと思って、うんまあでもちょっと4マナで4マナ出すっていうの動きはこれ自体はそんなにうん強くない。なんか統率者がそのはい4マナをうまく使える確かにはいはい。カードだっただらいいですねいいですね。55の騎乗にっていううんサッツもカジュアル的にはいいと思いますね。はいはいそうですね確か次行きましょうか。はい焼き切る飛行士にはい1マナ11威迫のエンジン始動。はいこれは2マナで10上がって2段攻撃、これはさすがにでもこれエンジン指導役じゃないですかどうか確かにそうか。 111の威迫っすよ多分確かに3ターン殴れますよこれ殴れますね、はいでこれ最高速度足したら2段攻撃だから、はいそれは関係ないか。まあだから他にエンジン指導というか最高速度に達した時に強いカードとかをいっぱい入れたかった時に確かに火付け役としてこのカードを入れるみたいな、まあどうしてもどっちかっていうと構築寄りかなって思いましたね。まあしょうがないですね。まあそういうカードももちろんある。ありますからね、はいエンジン指導役ということで、うん。でこの次のこのアキラはいはいはいもうこのシーンはみたいなね懐かしい話題になってましたねこ。れアキラですよねこれ。でなんか話題になってましたねそこねは。これね、はいどう考えてもアキラですよね。ノール結構これプレインズウォーカーは、はい。オースブレーカーの収録であることがかなりもうほぼ架空というかなってまして、はいこの上になんか能力ついてるじゃないですか。はい4マナ4で、はいでターンの戦闘の開始時にあなたがコントロールしている機体最大1体対象としてそれ速攻のアーティファクトクリーチャーになる。あ速攻もつくんですね。速攻もつきますねこれいいじゃないですか。錠剤型のついてる能力がついてるプレインズウォーカーってオースブレーカー専用みたいなところあるんですよ実は。でそうかな。だ結構そのオースブレーカーだとこの一文重要なんですよ。なんか何かついてないと構築で7セットとかテフェリーとかになんかすごい嫌な思いをした記憶があるんで、でなんかある時期からはい、プレインズウォーカー1体しか収録されませんって発表した時あるじゃないですか。ね。もうあそこから多分全部多分そうだと思うんですけどあーここに一文ついてるんですよ。はい。まあ大体闘争対戦以降ってほとんどついてませんそういう意味で。ほとんどついてるんですが、もうこれ絶対一文ついてるんで、はいはい。そう闘争対戦以降ついてないやつもいるんですけどね。たまにいますね。はい。でその発表があってからずっとついてるんでここ。はいはいはい。でなるほど。オースブレーカーがかなり意識されてるはずなんで、うんプラ2でアーティファクト生贄でルーティンかな。ルーティンじゃない。一枚引く捨てるか生贄。なるほど1枚捨てるか生贄かでワンドロー。ワンドロー、で機体出してうんで最後はアーティファクトが場に出るたび3点のダメージ、稲妻が飛ぶ。稲妻が飛ぶ。はいこれいろいろ考えたんですが、はい。僕は焼却っていうアーティファクト以外に横揺れの受信するっていうカードが2マナ X であるんですけど、はい、そいつは僕はもう色対策カードの方しか出てこなかったんですけどなんか同音異義であるらしいとはいそれがいいんじゃないかなって相方は思ったんですね。はい流しちゃいけるから、自分のアーティファクトクリーチャー以外を。はいでライオンさんは僕は上機嫌の解体とかっていうカードが、ボロス召集でね、はい、使われてるっていうまあそういうのでいいっていう一番ソーサリーなんですけど、はいアーティファクト破壊できるんですよね。はい、で相手でも自分でもよくて、で自分の破壊したら11が3体はい、出てくるんでこれ期待要因になるっていうそう登場できる登場できるじゃんっつって、はいだからそいつ相方にしてはどうかって言って、まあちょっと楽しそうなチャンドラちゃんどうですか。
オースブレーカーやってみたくなりました。でもこれオースブレーカーじゃなくても、はい普通にこれあれですよね。じゃあ速攻がつくってことは4マナで出して0で3に出して、そいつ速攻で殴りかかれるんですよね。そうですね、はい。強くないですか別に確かにね、毎ターン出すわけですからね。はい。まあ普通に強いカードですね。うんあとこの運任せですね。いやー全然運任せじゃないですよこれ。これやばい強いですよ。これやばいっす。うん。これ革命です。これ毎ターンワンドロー追加って書いてあるようなもんじゃないですか。これ赤のパイレクシャーの闘技場です。ですよね。ライフ減らないしかも。これは、うん赤3個じゃないですか。はい。で赤単なわけですよ、はい簡単に言うと。うん。赤単で考えると、うん。この追放して使える系っていうのはうん。 4からだったんですよ。ああーはいはいはい。で一応3のカードも収録最近されまして、フはいォールアウトかなんかで、はいどっちだったか忘れたんですけど、はいかで3マーで追放できるやつ、うん追加されたんですけど、はい。こう赤単で考えるとめっちゃ強いですよこいつ。いや絶対っていうか赤でこんなシンプルにアドバンテージ取っていいんかって僕は思ってしまうんですけど。はうんい、これは買いますね。即買いですね。いやこれ赤単の人はもうほぼデッキに入るん入りまじゃないですすか。ね。はい、入ります。はい。で次はロケッティアの義士ダレッティ。ダレッティですね。ダレッティは赤で有名なね、はい交渉ですよね。まあ相当強いですからねもともとダレッティは。 5マナ星5で、はいパワーがマナ総量の最大値アーティファクトのはい最大値なんですね。最大値6マナのアーティファクトとしてたら6号だと。はいでこれが出るか攻撃するたび墓地にあるアーティファクトをうん。もしかしてするの？あ交換する？入れ替え。系です入れ替えか。でもよくないですか？ダレッティって入れ替えもともとしてましたしますよねはいそうですね。はもうどうなんだろうな、赤単で考えたらい。まあでもやっぱあれじゃないですか墓地にでかいアーティファクトを落として、はい、でアタックしたタイミングではい別のやつと入れ替えて、後輩いきな鋼とか後輩鋼でも墓地に落ちないんですよ。墓地に落ちないか。そうあいつ墓地に落ちないんですよ。落ちないですね。そうだからダークスティール巨像、あれでもダメかあれでもダメなんだっけあれあれは大丈夫なんだっけどっちだっけダークスティールの巨像はいけるはずですね。いける、うん確かとかはい。まあでもまあそうじゃなくてもまあとにかくでかいアーティファクトマナコストのアーティファクトじゃないですか。隕石ゴーレムとかどうですか？ああいいんじゃないですか。全然だってシンプルが強ければ強いんで、そうですよね、悪くない、悪くない。なんか6マナかなんかの、んよくアーティファクトのはい使われてる機械みたいな機械アーティファクトのなんか攻撃するか場に出るたびうんなんか手札の枚数分わかんない、ドローするか点数受けるか選ぶみたいなクリーチャーいるじゃないですか。わかんないか。なんだちょっと待っていたんすよ。まあいるんすよ。僕今、ね、頭に出てきたら63しかいなかった隕石落とす多分今回もう多分収録されてるかな。おー多分されてると思うんですけど、はいまあ突破者デッキ。後で差し込んどくいや大丈夫、差しまくって大丈夫。すいません、なんか変な話して。はいで流行技師、これは2722で、あとはもう全てのクリーチャー速攻やる。これすごいじゃないですか。1回だけ速攻得ますよ。精進はい精進でドラゴンを1回生成する。うんこれ強くないですか？ 1 回だけ速攻っすよ。まあ本当にこれもていうか今回もシンプルに強いですよね、だってこれ22ですよ2マナ22ですよ悪くないですよね全然でこの速攻を得るタイミングが1マナで速攻を得るカードってあんまないんですよ。まあ実はないかも、速攻結構探せばあるんですけど、あんまないんで。でこのクリーチャーにプラ1乗るんでしょ。乗りますね。悪くないよね。悪くないですね、でこの44のね恐竜出ますよ。恐竜ドラゴン恐竜ドラゴン。へえ。じゃあ下と上組み合わせて恐竜ドラゴン出してそれ速攻で殴るみたいな確かに、こともできますよね。できますね。はいはいはい。まあまあって感じですかね。まあって感じ。来ました。今回の最強目玉カード、これの金色のやつ欲しいですけど俺フルスロットル、追加セット2回するんですよね。やばいっすよね。やばくないですか？やばくないですか？6まで追加セット2回するんですよ。これが今回の一番の目玉カードでしょ。やばいっすよね。俺一番欲しいですけどこれ、一番欲しいですよこれ。いやこれかなりやばいっすよね。やばいっすよ。
これだってもう語ることもないぐらいこうみんな分かってる、いやシンプルにいややばいねーっていうだって勝つって書いてありますよ本当にそう6話まで勝てますよ。うんまあ、次行きましょうか。ガスタルの激ヤバ車なんだ、激ヤバですよねこれは3742で前に出た時、アーティファクトクリーチャーになる、だから42速攻トランプ1回できるってことですよね、で登場2でカードを捨てると墓地はこれを1回リアにできるんですね。はいまあまあすか普通まあなんか僕はこれはテスコドライブを思い出しましたけど、テスコドライブってなんですか？テスコドライブ知らないですか？4061だっけ、高級なんとか車みたいなやつをテスコで突っ込むぞ捕まれって言って突っ込んでいくみたいなデッキがあるんですけど、そうなんですね。放築かなあれは、まあ放築のネタデッキみたいな、なんかそんな感じで、なんか昔もいませんでした？ 5,3 ぐらいで出た時に突っ込んでいく、いやわかんないな、いたかな。まあでもレアって感じですかね。まあだからあれですね、赤で機体を使いたいならまあああいうかもみたいなカードかもしれないですね。でハゾレトちゃんがやってきましたけど、ハゾレトね2マナ53っすよ。やばいっすよこれを超えるスタッツいるんですか？いや2マナ53で破壊不の速攻スターでよくわかんないこれは本当に。エンジン始動して、で2以下をブロックされない、1まで2以下ブロックされない、これ結構、2以下ブロックされないって赤だとよく使うんですよ。まあたまに使いますよ、本当に。逃走者で考えるのちょっと難しいんですけど、それこそ前話しましたけど、あれですよね、アラベラみたいなそうやつとかアラベラに入るじゃないですかこれ。まあ入れてもいいんじゃないですか。これ逃走者としてはちょっと微妙かもしれないんですけど、これ最高速度いったら攻撃をブロックできるわけじゃないですか、これ単純にチューファッティとしてどうですかっていう感じですね。チューファッティとして普通にいいかなっていう。最高速度に達さないといけない。あとは強いて言えばですけど、いや微妙かな、さすがに微妙だな、ごめんなさい、なんでもないですいや2マナで、逃走者に添えたら必ずエンジン始動できるなって思ったんですけど、でもエンジン始動したから何が起きるかってことですよね。だから他のエンジン始動系が強く使えるって思ったけど、赤単になっちゃうんだよな、そうすると。そうっすね。だから確かにやっぱ枠が少なくなっちゃうからどうかなってちょっと思いました。最後の1枚、方向部隊の重量級、これは3までエンジン始動して、速攻っすよ、ゴブリン速攻。これはもうゴブリンロードみたいな感じですね。でラブルマスター、そうなんですね。なるほどなるほど。いやこれは強いっすよ。これだって最高速度に達したら1マ出ますよ。いや1マじゃないですよ、これゴブリンの数ですよ。ゴブリンの数出ますよ。でこれだって何でしたっけ、サクるやつ、一番サクって1万出すやついるじゃないですか。サクって一番ファイル釘台ではなくて、スカークの単行者。スカークの単行者よりこれ強いじゃないですか、この能力。サクらないからね。サクらないから。まあそうですね。ゴブリンデッキだったら超強化されてますね。これゴブリンデッキは絶対入るぐらいじゃないですか。っていうかそもそもラベルマスター絶対入るじゃないですか。でこの速攻を持つっていう能力、確かゴブリンデッキだとかなり重要なんですよね。例えばクレンコみたいな。いやこれクレンコ逃走者の時にめちゃめちゃ強くないですか？強くないですか？だってゴブリン横に並べてマナ出してで次のターンクレンコ出した時にクレンコ速攻で確かにで、最高速度足したら、なんかいっぱい並んだ分の赤まで出ますよ、これ。確かに。やばくないですか、結構。逃走対戦のクレンコ、覚えてます？やばい、どのクレンコがどのかわかんないんだよ。タップすると、ゴブリンが速攻僕でもイメージしたのそっちです。で、逃走対戦のクレンコで、殴ると11カウンター乗って、その数分トークンが出るっていう逃走クレンコいるんですけど、そいつだって殴ってゴブリントークン出て、それ全部マナになるんでそうですね。殴ってくクレンコだったら、いやかなりこいつ強いですね。これゴブリンデッキを愛好者の人は本当にいいんじゃないですかね。まあそんな感じで、赤タン終わりました。ちょっと長くなってしまいましたが、赤終わりました。でまあチャンネル登録、高評価、ハイプお願いします。お願いします。次回は何色ですか？残りは緑かな。緑になります。今回の動画は以上になります。おしまい。